今トマトが非常にたくさんスーパーに並んでいると思います。麻婆トマトというメニューを作っていきます。でここでトマトがご飯が進むおかずに大変身します。すごいトマトのいい香り。うまい。トマト大量に手に入っちゃって、この時期ねそういうこともあるじゃないですか。そういう時におすすめですね。皆さんこんにちは。今日のごちそうさまチャンネルは、今トマトが非常にたくさんスーパーに並んでいると思います。そのトマトを使って麻婆トマトという、麻婆豆腐でもなく麻婆春雨でもなく麻婆トマトというメニューを作っていきます。トマトがご飯が進むおかずに大変身します。では麻婆トマト材料ですね。トマト、豚こま肉、塩コショウ、あと香味野菜、にんにく、生姜ですね。調味料が醤油、酒、みりん、オイスターソース、砂糖、片栗粉、水と。で油ごま油使って最後に青ネギ散らします。じゃあまず香味野菜切っていきますかね。にんにく、生姜は皮むいて、まずにんにくですね。で同じく生姜もみじん切りと。で軽く叩いて、ある程度均一にしておきますと。じゃあにんにく生姜はちょっと別の容器に入れておきます。じゃあ次トマトですね。トマト切っていきます。トマトは蓋を外して、だいたい1センチぐらいですかね。1センチぐらいのサイズに、1センチ角のサイズですね。切っていきます。小さすぎると溶けて、調味料と一体化しちゃう。ちゃんと固形感は残しつつ表面に火が入る状態が望ましいですね。で残りも同様。結構ねトマトの量入りますからね。で次豚こま肉ですね。豚こま肉はあんまり細かくしないでいいですけど、2センチ幅ぐらいにばらけるように2センチ幅ぐらいに切っていきます。一回横切ったら、一応念のため、豚こまなんでね、大きいのも小さいのも入ってると思うんで2回ぐらい切れ目入れて。で切ったら下味ですね。お塩か胡椒をして全体を揉み合わせて、これで OK ですね。そしたら次に調味料の準備ですね。入れていきます。お酒、みりん、お醤油、オイスターソース、お砂糖、お水。このまま片栗で閉じちゃうとちょっと強すぎるんですね。で片栗入れたらしっかりと混ぜておきます。特に片栗粉ですね、沈殿してたりするとその固まった粉の部分がダマになるんで、今混ぜますけど、またお肉炒めた後に入れるタイミングでしっかりと混ぜます。いいですかね。そしたら炒めていきますね。フライパンにごま油で火つけます。フライパン温まったのを確認して、まず豚肉ですね。
で最初は、豚肉切ったのでばらけるようにほぐしながら炒めていく。で7割ぐらい火入ったらここでにんにく生姜、お肉の色が変わるのを待ちます。全体お肉の色変わってきたら先ほどお伝えしたように片栗粉もう一回しっかり溶いて、そこにね絶対沈殿するんで、調味料で粘度が出ますけど結構まだこの時点だと重いんですね。でここでトマトで、トマトに火が入ることによってトマトから水分出てきますよね。そしたらこの濃い調味料をトマトの水分でまた溶くって感じですね。しっかりと混ぜ合わせていきます。ちょっと表面柔らかくなるぐらいまでトマトいきたいかな。でさっきよりも水分出てるの分かりますかね。最初に調味料入れたらベタッとちょっとお肉にくっつく感じぐらい重かったんですけど、今水分浮いてますもんね。このぐらいが目安かな。でトマトの固形感がしっかり残ってる状態、これで OK ですね。では盛り付けていきます。結構ねボリューム出ますからね、トマトの水分で。すごいトマトのいい香り。で最後ネギを全体に散らしてで完成ですね。簡単。じゃあ出来たての熱々をですね、白いご飯にかけて、白い感じがいいですね。いただきます。うまい。うまいっす。やっぱお肉もひき肉じゃないからしっかりお肉感あるし、このトマトの水分がねベースになってて中華トマトソースっぽい感じですかね。トマト大量に手に入っちゃってこの時期ねそういうこともあるじゃないですか。5個入りで1パックとかでサラダで 1,2 個食べるけど、そういう時におすすめですね。トマトと今日は豚こま肉使いましたけど、お肉感はちょっとなくなるけどひき肉でも当然 OK ですし、合いびき、牛肉、鶏ひきとかでもいいと思いますね。ちょっと味は変わってきますけど美味しくいただけると思います。ごちそうさまでした。